こんにちは。今回はアミトモさんと毛糸屋さん巡りをしてきたので、そこで購入したものを紹介します。で、アミトモさんっていうのは YouTube もやっているぷんちゃんと、あとは春の子ちゃんと、あともう一人アミトモさんと私を含め4人で行ってきました。で、本当はもう一人ね、アミトモさん一緒に行こうっていう話だったんですけど、今回は予定が合わなくて、そう残念だったんですけど、一緒に行けなくて、またね、何か編み会とかなんかお会いできる機会があったら是非お会いしたいなと思っています。でね、今回コアラちゃんとね、このイエティの編みぐるみをね一緒に連れて行って、アミトモさんみんなに見てほしくて連れて行きました。このねイエティの編みぐるみはぷんちゃんも編んでいたので、ぷんちゃんにね見てもらいたくて連れて行きました。で、2人とも写真を撮ってもらっていました。はい。で、この辺になんか写っているのは糸車です。さっきまで紡いでいて、こんな感じの糸車を持っていて、この前時々 R さんで購入したこの羊毛が今机の上にちょっと置いてあるんですが、このね羊毛を紡いでいて、ちょっと長時間紡いでたら疲れてきちゃったので、動画を撮って休憩しつつお話ししようかなと思って動画を回しています。で、毛糸屋さん巡りが楽しくて、そのお話もちょこちょこしつつ購入品紹介をします。この子たちは画面外に置いておきます。今回は、ムーリットさんとダルマストアと、あとチョコシューさんに行って、最後に編み物スピンさんに行きました。で、編み物スピンさんはニットカフェがあるので、ドリンクを1杯注文して、そこで編みながら毛糸を見ながら過ごしました。すごく楽しかったです。ではまずムーリットさんで購入したものから紹介します。じゃーん、この糸を購入しました。この糸はペルビアンアルパカレースっていう名前で、 100% ベイビーアルパカで1玉 50g の 400m です。レースなので細いです。で、このカラーの色がオータムレッドっていう色の名前です。この糸で編んだショールが置いてあって、それは2玉で編むショールだったんですけど、そのね置いてあったショールを編みたいなと思ったんですけど、とりあえず1玉だけ購入して、1玉 400mなので、小さめのショールならこの1玉でもいけるのかなと思って、とりあえず1玉購入しました。他の糸と引き揃えたりもしてもいいし、とりあえず1玉にしました。他のカラーも素敵で、置いてあったショールっていうのはオレンジ色で編まれていて、これはオータムレッドで、あとは黒と黄色と緑とかもありました。どれもね素敵な色ですごい迷ったんですけど、このカラーだけだったと思うんですが、色が混ざっている感じで、緑っぽいのが混ざっているというか、そう、このカラーの名前の通りオータムレッド、秋の赤色っていう感じで、紅葉の赤っていう感じで素敵だったので、この色にしてみました。メイドインペルーの糸です。初めてこの糸を知りました。本当にベビーアルパカで柔らかくて気持ちよくて、編んだ編み地もなんかトロンとしているというか、優しい手触りですっごい素敵でした。で、ムーリットさん初めて行っ
て、すごい魅力的な糸がたくさん置いてあったし、あと置いてある本、ムーリットさんの本って出版されているので、それも置いてあったりとかして、あと他にも本も置いてあって、パターン集とかありましたね。で、1個気になるパターン集があって、アミトモさんともはこれいいねっていう話していて、ショールが載っていたり、ウェアも載っていたりとかして、で PDF でも買えるみたいなので、その場では今回は買わなかったんですけど、後でねオンラインショップの方で PDF パターンを多分買うと思います。でその中にね手首ウォーマーみたいな感じですごいね素敵なのがあったんですよ。白いね糸で編まれていて、ちょっと試しにつけさせてもらったら、この襟元、襟じゃないここ袖口から覗いている感じが可愛くて、そのパターン集に載っていたので PDF パターン買って、それは絶対編みたいなと思いました。あとはショールも可愛くて、タッセルがついたショールなんですけど、あれも編みたいし、なんかいろいろと編みたいパターンがまた増えました。あとは入り口の方にね壁にショールが飾ってあって、それがすっごい可愛くて、それに使う糸っていうのが小巻きの化繊糸が5色こう束になって売っているものがあって、それを使うみたいで、その小巻きの5色と、あともう1色は大きめの化繊の巻きを使うっていうもので、その5色の小巻きのセットも何色か種類があって、それもね編みたいなって思いました。でもショールね何色か使うショールっていうのが、アミリスさんの今年の M カルのパターンも買っているんですけど、まだね何も編んでいなくて、もうとっくに M カルのパターン全部配信はされているし、もう完成されている方多くて、私も編まなきゃなと思いつつ糸も用意してないので、それとかあと去年のスティーブンの M カルのショールも結局途中までしか編んでいなくて、ちょっとね最近何色も使うショールっていうのが自分には編めるのかなっていう不安もあって、そのねムーリットさんで見たショールも5色か6色使うやつでちょっと躊躇しちゃって、でもすごい可愛かったので編みたいですね。でこれのこの糸と、あともう一個モヘアを一緒に引き揃えるベストっていうのもあって、それもすごい可愛くて、ア友さんがね試着していたんですけど、とっても似合っていて可愛くて、これで引き揃えっていうのもいいんだなと思って、これまだ何編むか決めてないんですけど、これで何か編む妄想も広がっています。でムーリットさんは輪針のセットも売っているんですけど、それがムーリットさんのオリジナルのケースで、中身が何のメーカーだったかちょっと忘れちゃったんですけど、後で字幕には入れとくんですが、そのムーリットさんの輪針のねケースが可愛くて欲しいなと思っていて、今回店舗で輪針ケースだけあったら欲しいなとか思ってたんですけど、なんか置いてなかったみたいで、店員さんにね聞こうと思って忘れていました。はい。でも輪針とセットのものは置いてあったので、そのケースの実物は見ることができたので、とってもね可愛くて、なのでまたねいつか輪針ケースもネットの方で買いたいなと思います。私は輪針は最近はリッケをメインで使っているんですけど、チューリップのキャリーシーロングと細も持っていて、あとは
クローバーさんの匠のセットも持っているんですけど、キャリーシーロングと匠のケースがもうボロボロになってしまって、で覚えている方いるかわかんないんですけど、結構前の動画でその、ね、ケースがボロボロだから新しくケースを自分で縫いたいって思って布をね買ったのを動画で言ったんですけど、それも忘れてました。その布もね別のことに使っちゃって輪針ケース作れないので、またムーリットさんのを買うかなんか用意したいなと思います。はい、そんな感じです。でムーリットさんはローワンの輪針とかぎ針両方あって、私は前に輪針を1種類だけ買ったことがあるんですけど、それはホビーショーで買ったんですが、あれ結構高級感があって見た目で、かぎ針の方は初めて見たんですけど、持ち手の部分が木になっていて、このかぎ針の鍵の部分がブロンズ色みたいなすごいシックでおしゃれなカラーで、あれもいつか使ってみたいなと思いました。あとなんか話したいこといろいろあるんですけど長くなっちゃいそうなので、はい、ムーリットさんの話はこの辺にしときます。そしてその次に電車に乗って渋谷駅まで行って、最初にダルマストアに行ってきました。ダルマストアではこの3玉購入しました。まずこっちが、フロレットをカラーナンバーがこっちが2番でこっちが1番を購入しました。フロレットはナイロン 66%、ウールメリノ 24%、モヘアキットモヘア 10% で1玉 20g の約44メートルです。近くで見るとこんな感じでこの2色を購入しました。でこれはね何を編みたいのかというと、巾着を編みたいなと思っています。本体の部分をこれとこれ2色1個でこれ2個を使うんじゃなくて、それぞれ1個ずつ別の色を編んで2個編もうと思っています。で入れ口の部分は別の糸にしようかなと思って、でこのランブイエウールコットンの4番のカラーにしました。これどっちも色が合うかなと思ってこれにしました。この素材はウールランブイエメリノウールが 60% に綿スーピマが 40% になっています。1玉 50g の166メートルです。これをお店で見て編み地を見て巾着編みたいと思いついて、色をねどれにするかすごい迷っていて、でその時隣にねプンちゃんがいたので、こうやって合わせながらこっちいいかなこっちもいいかなって別の色とか合わせながらプンちゃんが一緒に見てくれて、でプンちゃんがこっちの色合うんじゃないかなみたいに言ってくれて、でこの色にしました。このグレーならどっちも合うかなっていう感じで、巾着っていうのがかぎ針で編むか棒針で編むのかっていうのはまだ決めてないんですけど、今のところ棒針で編もうかなとは思っています。入れ口の紐を通すところはこっちのランブイエウールコットンで編むんですけど、そこだけかぎ針にしてもいいかな。こっちのねフロレットよりはこっちの糸の方がしっかりしているので、紐を通すとこうキュッて縛ったりするので耐久性があった方がいいかなと思ってこっちにしました。で可愛くできたら他のカラーでも編んでみたいですね。どっちもね何色かあったので、これで巾着編みます。でダルマストアではこの子たちを買っ
でその後、チョコシューさんに行きました。でチョコシューさんでは三角キルトさんの展示をねしていて、パッチワークのキルトがあってとっても可愛かったです。可愛いパッチワークだっけ、なんか本が出ていて、そこにも三角キルトさんの作品が掲載されていて、あの本もねキルトやらなくても欲しくなるっていう可愛いデザインのものがあって、あの本も欲しくなっちゃいましたパッチワークは最近やってないんですけど、前一時期ハマっていたこともあって、でもなかなか布のね色合わせとか上手にできなくて、三角キルトさんの色合わせとっても可愛くて、ぜひ見てほしいです。でチョコシューさんでね三角キルトさんのキルトを作るキットが売っていて、そこの中でニットっていうアルファベットのデザインになっているキルトのキットがあって、あれすごい可愛いなって思いました。はい、であとはチョコシューさんなので野口智子先生とイニーニさんのデザインのキットの完成品とかもいっぱい置いてあったので、たくさん見て触ってきました。エリザベスなカーディガンのキットを買ってあるので、ちょっと編みかけでずっと放置しているので、あれも編まなきゃなって思い出しました。一部間違えているところを発見してしまって、そこに戻るまでが結構長いので心が折れてしまって中断しています。はい、でチョコシューさんでは何も変わんなかったんですけど、たくさん見て楽しんできました。でその後編み物スピンさんに行きました。編み物スピンさんの糸は色がとっても可愛くて、ピンクの色が大好きなんですけど、編み物スピンさんで売っているピンクがいろんなねピンクがあって可愛くて、もちろんピンク以外の色もねたくさんありました。編み地のサンプルが壁にいっぱい飾ってあって、いろんなサイズ感の編み地があったんですけど、その中で白いウールの糸と、あと細めのグラデーションの糸を何段ずつかで編む編み地があって、その編み地がすごい可愛いなと思って、どうやって編んでいるのかこうじっくり見させてもらったら、意外とシンプルな編み方でなんですけど、全然素材とか太さが違うものを組み合わせていて、それで面白い編み地になっていたんですよね。でそのね気になった編み地に使っていたグラデーションの糸を購入しました。ちょっと花ちゃんがいるのでカメラを動かします。なんか動かすと後ろの汚いところが映っちゃいそうなんですけど、はい、でじゃん、これを購入しました。見てください、この可愛さ、めちゃくちゃ可愛いんですよ。でこれがなんか編み物スピンさんってお店では糸の詳細書いてあるんですけど、これ買ったらこのラベルには書いてないんですよね。この糸はシュガーっていう糸を購入しました。ナイロン 40% にキットモヘア 37%、ウール 23% で1玉 30g の 606m です。私が買ったのは多分これなんですけど、この上のこれも可愛かったです。でこっちのね濃いめの色もとても綺麗でした。でピンクのこんなグラデーションになっていて、さっき言った編み地が多分細い方はこの糸を使っているっぽかったです。でもう一本が白のストレートヤーン波太ぐらいかなを合わせていました。ちょっ
編み地を真似してこれ編んでみたいなと思います。これ606メートルあるので2玉買えば他の糸と引き揃えれば2玉でウェアいけるんじゃないかなと思います。で、編み物スピンさんは他にもいろんな素材の糸とか売っていて、変わった素材の糸もたくさんあって面白いなって思いました。絶対にまた行きます。これを買ってその後ニットカフェで編みながらたまに糸をまたね見つつしてたら、またね欲しいものが増えて2つ購入しました。じゃん、これです。これはお試しセットっていうのが1袋1100円で売っていたので、これを2袋購入しました。こんなね可愛い袋に入っていて1枚ポストカードもついています。でこっち買った時もポストカード1枚入れていただいてめっちゃ可愛い。これは壁に飾っておきます。で最初こっちのねピンク好きだからピンクの3色を選びました。でこの糸の詳細は特に書いてないんですけど、まあこれ見てオンラインショップで写真を見たらわかるかなと思います。画面だとね紫みが強いんですけどピンクですね。まあでもちょっと紫寄りのピンクっていう感じです。こんな糸とあとこの薄めのピンクも入っていました。と一番気になっていたのがこのウールじゃないモヘアのこのピンクも可愛いと思ってこの3つが入っているのを最初に選びました。でそれぞれなんか別の作品に使ってもいいし、この3つでも組み合わせても絶対可愛いので小さいモチーフとか何かこれで一作品にしてもいいなって思いました。でまずピンク系のこの3つとあとこっちがこの3つです。まずこの緑色、あとこのピンク、あとはこのまたピンクのモヘア。こっちに入っていたのと比べると色がね微妙に違うんですよね。後でオンラインショップで見比べながらこれかなっていうのが特定できたら字幕とかに入れておきます。この3色でも使っても可愛いし、こっちと組み合わせても可愛いし、これとかも合わせても絶対可愛いし、またね何を編むか妄想が広がる糸を購入することができました。で編み物スピンさんではキットも販売しているし、パターンだけの購入もできて、こういうクリアファイルにいっぱいパターンが入っていてパラパラめくってその中から気になるものがあれば購入もできたし、無料でいただけるパターンもあるみたいです。で1個ねこのパターンをもらいました。ちょっと編み図のところは折って隠します。こんなキャンディーを編める編み図をもらいました。これは編んだやつが置いてあってモヘアのね糸で編まれていてとても可愛くて、編み友さんとも可愛いねって言ってツリーとかに飾ってもいいよねっていう話をしていて、で編み友さんがねお店の方にこのパターンあるか聞いてくれて、そしたらなんかフリーのパターンだったみたいで無料でいただけました。最初は三笘さんがそれでもらっていて、それ見てじゃあ私も無料ならって思って私も欲しいですって言ってもらいました。これはこの糸とかで編んでもいいし、なんかいろんなね色で編んでツリーとかクリスマスカラーで編んだらとても可愛いだろうなと思っています。はい。で編み物スピンさんも本当に楽しかったです。
でお昼も4人で一緒に食べてモロッコ料理を食べました。モロッコ料理はムーリッドさんの近くにあるお店で本当にすぐ近くなので美味しかったのでおすすめです。はい、でね、そのお昼を食べている時にプレゼント交換会みたいなのになって、私も手染めした糸をね3人にプレゼントさせてもらって、自分で染めた糸をあげるっていうのが喜んでもらえるかなとか、なんか編むのに困らせないかなとかちょっと思っちゃってあげるの迷ったんですけど、でもあげたらね3人ともすごい喜んでくれてよかった、嬉しかったです。で、私もねいろいろもらったんですよ。で、まずじゃーん、このお茶をもらいました。みともさんは紅茶とかお茶が好きって言ってたので、このねおすすめのお茶をくれました。このミルクキャラメルティーは前にあみともさんに会った時にこれ前ももらってすっごい美味しかったのでまたもらえて嬉しいです。このカレルチャペックのお茶すごい可愛くて美味しいしいいですよね。はい、でこれはねホリーグリーティングティー、クリスマス限定のこんな可愛いイラストが書いてあります。こっちも可愛い。裏側も見せときます。こんな美味しい入れ方とか書いてあります。はい、であとねこのルピシアのお茶ももらいました。これもね期間限定みたいで、もうね缶のね開けてない状態からでもすごいいい匂いがして、このイラストも可愛いでしょ。これでみんなでこれマーカー入れにいいねっていう話をしていました。マーカーとか編み物のね道具とかなんか入れるのにいいなと思ってこれ使わせてもらいます。編み物のお供にいいからってくれてすごいありがたいです。いい香りのお茶があると編み物時間がより楽しくなるしすごい幸せなんですよね。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。で、春の子ちゃんがすごいねいっぱいくれて、まずこれじゃーん、これはね何かというと、見てこんなグラスをくれました。嬉しい。でこれをねなぜくれたのかっていうと、春の子ちゃんがこの前インスタのストーリーでこういうカップにこの上に乗せてなんか燻製スモークできるものがあるみたいで、それを写真載せておすすめしてくれていて、それを見て私がねコメントで反応したらおすすめですよって言ってくれて、でそれがあってこのグラスをくれたんですよね。結構グラスとかコップに匂いが移っちゃうから、それを使う時に使ってくださいって言ってくれてすっごい嬉しかったです。なんかインスタのストーリーに反応したことを覚えててくれて、それをきっかけでねこういうプレゼントくれるのってすごい嬉しいなと思って、春の子ちゃんのね優しさが染みました。これとね、これちょっと開けちゃったんですけど、じゃーん、見てこれコアラちゃんがハートを持っているやつ、あとこんな可愛いモチーフ、これもくれて、これはねコアラブだからこれをね見た瞬間コアラブさんだって思ったみたいで、これをね選んでくれました。めちゃくちゃ嬉しい。でこれはなんか私のこのチャンネルが1000に行ったからそれのお祝いも込めてくれたみたいでとっても嬉しいです。ありがとう。あとは可愛いサンタさんのグミもくれました。グミ大好きなのでめちゃくちゃ嬉しい。あとは
このねバスソルトもくれました。これもかわいいアップルブーケの香りだって。これもねお風呂に入れて入るのが楽しみです。でこんな素敵なプレゼントを春の子ちゃんがくれました。嬉しいで次がぷんちゃんがくれたものです。じゃーん、まずねこれをねくれました。じゃーん、見てこれかわいいこれは羊さんのねカイロになるやつで、中にこういうのが入っていて、これを電子レンジにかけると温まってカイロになるっていうやつで、これは誕生日プレゼントでくれました。嬉しい。でインスタとかねツイッターで特に誕生日だっていうのは言ってなくて、でもこの前ね動画で誕生日が近いっていうのをポロッと言ったのを見ていてくれたみたいで、それでねわざわざ買ってくれてプレゼントしてくれたんです。とっても嬉しい。なんかちょっとちらっと言ったことなんですけど、それでね気づいてくれてくれたっていうのがすごい嬉しかったです。ありがとう。あとはじゃーん、まずね見てこれ可愛すぎて、もうこれ見た瞬間なんか心がほぐれました。これはぷんちゃんが動画内でも紹介してくれてたつぶあんちゃんっていう羊さんの毛の糸をぷんちゃんが飼っていて、そのつぶあんちゃんの糸でこれはねつぶあんちゃんを編んで、こんなファスナーもつけてくれて、こんなねミニポーチみたいなのを作ってくれました。でこれ全員分ね作ってくれてて、同じものをね何個も作るのってすごいなと思って、しかもこれ自分で考えてね作ってくれたみたいで、めちゃくちゃ可愛いしすごいなって思いました。つぶあんちゃんは顔がね黒い子みたいで、こんなね顔が黒くて、このね前髪みたいなこの前髪っていうのかな、これもねまた可愛くて、でこのね顔の表情もねとっても可愛くてめちゃくちゃ嬉しい。これもね編み物道具とかマーカーとかメジャーとか入れてもいいかもしれない。大事に使わせてもらいます。あとねこのコーヒーかな、カフェラテデカフェとこのクッキーじゃないビスケット、なんか全部間違えちゃった。カフェラテとビスケットのセットもくれました。めちゃくちゃ嬉しい。これも編み物のお供にします。あとお手紙もくれました。これもね読ませてもらって、なんか本当にぷんちゃんの優しさがにじみ出てくる文章で、もうとっても嬉しかったです。でこんな可愛いものもいただきました。こんなねこういうお茶とか、春の子ちゃんもグラスとか、コアラちゃんかわいい。コアラ部のコアラちゃんです。このいつものコアラちゃんかわいい。コアラちゃんのコラボ、あとつぶあんちゃんめちゃくちゃかわいい。こういうお茶とか編み物のお供になるものをもらえるのって嬉しいなと思って、あとこのカイロも冬はね手が冷えて編み物の時とか手がかじかむことがあるので、これで温めながら編みます。あとは燻製とかしちゃってお酒飲みながら編んだりとかねして、なんか編み物時間が充実するものをいただけてとっても嬉しいです。本当みんなありがとうございました。でね一緒に今回ケイト屋さん巡りしてくれて
とっても楽しかったし、可愛い糸もまた変えたし、一人ね来れなかったみともさんは残念だったので、またね機会があったらお会いしたいなと思っています。はい、でそんな感じで今回の動画はここまでにします。ここまで見てくださってありがとうございました。最後にプレゼントを開封してみてもらって今すごい幸せな気持ちです。はい、そんな感じで今回の動画はここまでにします。ここまで見てくださってありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。